皆さん突然ですがどうもです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。清直樹です。今回はフランシさんからのこちらのルーベンスタブレットプロのレビュー動画依頼をいただきましたので、こちらで書いていこうと思っています。初めてのレビュー、そして音声付き動画にはなりますが最後までご覧いただけたら幸いです。早速開封。こちらいただいたルーベンスタブレット T11 Pro にはいくつかの付属品がついています。動画用に手袋をしてきましたがなんと手袋もついてました。レビュー用ですかね。先にルーベンスタブレットの詳細からの説明からになりますが結論から言いますと、とても安価な初心者専用お絵描きタブレットになっています。おすすめできるのはこれから完全新規にデジタルイラストを始めようかと考えている方になります。逆を言えば高価な iPad、パソコンをそもそも持っている方はあまりこちらは必要にならないかもしれませんが、これだけ安く環境を備えられるのはこちらならではでしょうか。スペックを見るとメモリが 4GB と今では心もとないのですが使用した漢字付属のイラストツールであるオートデスクのスケッチブックは全く問題なく動作しますし、後でも説明しますが Android の録画機能を使用しても問題ありませんでした。安い、とにかく安い。私は値段的には10倍してしまう Surface Pro 8を普段使用していますのでそちらとの使用感を比較していきたいと思います。こちらの付属のケースはマグネットスタンドがついていてしっかり固定されます。使用していて、このケースがあると外出先で手袋なしでもこの縁の部分に手を当てて反応させずに書くこともできるという利点がありました。総じてこのケース付きはとてもありがたいです。付属のクリーニングクロス。ふきふき。こちら、中でも質がいい誤作動防止タブレットグローブ。手触りがいい。謎のグローブオングローブ。小さすぎない良いサイズ。そしてフランシさんのスタイラスペン。電池式ですね。ケースにしまうことができるのも嬉しい。先端は丸みのある形。使用感は後ほど。そしてこれは。なんだこれは。ふきふき。ブラシ的な何か。最後に USB アダプターです。かなりコンパクトにまとまるので持ち運びにも便利ですね。それではこちらで書いていきたいと思います。付属しているオートデスクのスケッチブックは実は描画ソフトの中でもとても歴の長いもので、iPhone 4くらいの時にこれで小さい画面に落書きしていたのを覚えています。持ち運びできる画面に書くことができるというのは素晴らしいことだと感じていましたが、当時のスタイラスペンや指で書くのはさすがに限界がありました。でも今はこの画面に普通に書くことができるのは驚くべきことですね。ここからの画面はルーベンスタブレットの Android の機能としてあるスクリーンキャプチャーの動画になります。描画しながら録画も 4GB のメモリでは無理なのではと思っていたらなんともスラスラで驚きです。
ストレージが 64GB の影響か、録画が1時間までで切れてしまったので気づくまでスケッチの一部が録画できませんでした。すみません。まず、描画ツールで重要なのはいつも使っているようなブラシや設定、ツールを探すことです。自分はブラシにおいてはとにかく筆圧でぼかす機能はどこにあるのか、最も使いやすいスポイトの使用方法はどれかなどを探ることです。そして早期から気づき始めましたが、やはりと言うべきがペンの精度はそこまで高くはありませんし、画面の解像度も HD までですからどうしてもドットによられ線がブレてしまいます。ですがこういうタブレット用描画ツールには強力な手ブレ補正機能がついているもので、スケッチブックも搭載していますのでそちらを使うことによって線画などは補っていくことになります。今回もしっかりグリザイユをやっていくのですが、スケッチブックフリー版ではなんとグループとマスクが使用できないので使わないように書いてます。この時、有料版が月額だと勘違いしましたがどうやら買い切り250円らしいので使われる際はぜひ有料版で使用してもらうのがいいと思います。私はこういう筆圧ぼかしブラシがとりあえず一つあれば何でも書けるバフがかかるので必ず作成します。これで遠泳作業は問題なさそうです。こういった精度があまり高くないデバイスでのコツは精密な作業の時にはズームの使い方になってくるのと、綺麗な線を引きたい時は線画ツールや先ほどの手ブレ補正ツールを使うことです。ある機能はできる限り使用するようになるかと思います。ハード側でできないことはソフト側で補える機能があればなんとかなるかもです。ここら辺まではほぼいつも通りの遠泳動画になります。ここまででも録画作業をやってみて、このタブレットのバッテリーの持ちの良さを実感しました。サーフェイス、プロ8は解像度も精度も高いノートパソコンではありますが、録画しながらでは本当にバッテリー消費は激しいので正直驚きました。かなりの時間作業可能です。指先ツール、ぼかしツールも重要なので探します。ここのあたりで気づきましたが、スケッチブックは本当にドローツールであって編集、効果フィルターがほぼないです。全体ブラーは使いたいのですが見つけられなかった。人力ブラーの出る幕です。そして色付け作業。今回はできる限りレイヤーを少なくしたいのでカラーレイヤー1枚でなんとかしています。ですがデジタルのグリザイユはカラー選択または調整がしやすいことが利点なので、それができるよう普通にレイヤー分けて最後に統合でも良かった気がします。経験がないとレイヤー1枚のカラーリングは初心者におすすめできません。そしてここはマスクが使えない縛りなので発光効果をきれいに使うために影レイヤーをプロマックスで無理やりに通していますが、皆さんは有料版でマスクを使いましょう。
フランシ産のペンでも書くことはできますが、ボタンがないので普段使っているペンと比較すると劣ってしまうのは値段からしても仕方はないことかなとは思います。安価モデルをおすすめする理由としてはまずデジタルのお絵描きに慣れてもらうことや、本当に続くのかということを試す意味でも試し台として使ってみる必要があると思うからですね。例えばプロと同じような高価モデルから始められるんであれば良いに越したことないですが、慣れるまでにどれだけかかるかはわかりません。タブレットもパソコンも消耗品になりますから、高価なものを揃えて使わず劣化するよりもし使い慣れるくらいに安価モデルで続けられた頃に段階を得て買い替える検討をするのが良いと思っています。ペンであれば、試しにサーフェイスのスリムペンをこのイラストの後に連携してみたところ、ペン先の正確さや筆圧感度は向上しましたのでペンだけでも他社製の精度の高いものに買い替える検討もできると思います。線のブレについてはモニターの解像度と感知精度の問題となりそうなので解決法はソフト側の手ブレ補正になるかと思います。Android でも例えばクリップスタジオのアプリもありますから有料イラストアプリケーションにしてみるなども可能だと思います。このように慣れてきてから少しずつステップアップしていくのは良い方法なのではないでしょうか。さて、なんとかグループもマスクも使わずにグリザイユで描けてはいますね。背景は定規ツールがあったので試しに使用して描いてみました。スケッチブック派フィルターや加工ツールがないことがネックではありますが、ドローツールとしては申し分ない機能があります。ただちょっとスポイトツールの反応が遅いのが気になりました。あとはグラデーションや調整をして完成です。しっかりとルーベンスタブレットを使用してグリザイユ画法でイラストを描くことができました。総評として、ペンの精度、モニターの精度は高いものではないですが、デジタルイラストになれるには十分な機能があるのではないでしょうか。性能としては、ゲーム用には厳しいかもしれませんがドローイングには問題なく、何よりバッテリー持ちがよく持ち運びしやすいタブレットになります。これだけ付属品がついてデジタルドローイングをゼロから始めてみるにはいいものだと思います。気になる方は今なら概要欄にフランシさんからのディスカウントコードがついていますのでもしよろしければそちらから購入してみてください。それではご覧いただきありがとうございました。